飯田悟さん、被爆当時7歳。近所の寺で授業が始まるのを待っていました。目の前が青白く光り、みんなが叫んだ瞬間、爆風で寺が倒れ、そのまま気を失いました。飯田さんは爆心地からおよそ 2.5 キロ南町で被爆しました。みんなが集まって勉強するのは危険なので、その前に3年生以上は全部集団疎開してました。はい、遠くにね、広島市外に。それで僕ら1年生2年生だけが残って、それも復習警報なんか危険なので、この分散学級って言ってたんですよね。こうそれぞれ近くの幼稚園とかお寺とか集会所とか、そういうところへこう分かれて、先生がそこへ来て、それで勉強してたんですよ。はい、だから僕は家からちょっと100メートル以内かな、近くのお寺が光徳寺っていう南町にお寺があったんですけど、そこで勉強するっていうんで、85分にもうそこへ行ってましたね。まだ先生が来てなかったから、お寺の中で遊んでたのはよく覚えてます。はい、結局ね、お寺には広い窓はなくて、天井の高い位置にこう窓が一つあるんですよ。そこがボッと瞬間的にこう光ったわけ。その色が溶接の青い色があるじゃないですか、溶接ですから。ああいうちょっと異様な色でバーッと瞬間的に光ったもんでね、それはもうみんながキャーっていっぺんに叫びましたですよ。で叫んで間もなくです、ドカーンと来て、もうお寺っていうのは本当はあそこ 2.3 キロぐらい離れてるんだけど、爆心地からは瞬間的にぶつぶれたですね。はい、覚えてますよ。自分の方に向かってこう屋根が、天井が落ちてくるのが見えたですからね。その後僕気を失いましたね。で案外早くこの目が覚めたっていうか、した時にですね、僕がこのそばにお寺の手柱があるんですよ。比較的大きな、それが倒れてて、で天井が下がってきて落ちてきて、そこにこう空間ができるじゃないですか。そこに僕こういたんですよ。で頭を打って、怪我をしてたんで血も出てたんだけど、上を見ましたらね、その快晴ですよ。空がこう隙間から見えるわけですよ。ちょっと見えたんですよ。それでこう天井に当たるところへ上がってって、でぺしゃんこになってますからね、瓦の上へ出ましたね。ちょっとした隙間から。で瓦をトントントンと自分で降りたのをちゃんと覚えてます。で降りてって家まで泣きながら、僕は裸足で帰ったと思うんだけど、その裸足で帰ったにしては、その道路は全部ガラスがいっぱいだったし、もうぐちゃぐちゃですからね、そこのところがね、裸足で本当にちゃんと帰れたのか、靴を履いてたのかわからないんですけどね、すぐ近くですから家に帰ったんですよ。で帰ったら自分の家はちゃんと建ってたんだけど、隣の家が 2階建てがぶっ倒れて、家の方にこう倒れてきたんですよ、爆風の関係で。でそこに障子があったんですけど、そこに人がいて叫んでましたよ、助けてくれって。で僕の家帰った時は母と妹しかうちにいなかった。あとはみんな勤労奉仕とかなんとか出てってますよね。そしたら母も妹もその崩れたところから奥の方の部屋にいたんで、2人とも助かってましたね。それで僕は血が出たもんだから、おふくろが心配してすぐ近くに高野記念碑っていうちょっとした公園がある。その前にですね、博愛病院という名前の
病院があったんです。ちょっと規模が大きい、普通の町医者よりもちょっと規模が大きい。そこへ連れて行ってもらって、みんながもう大怪我した人がいっぱいいっぱい来てるし、泣き叫ぶし、先生も興奮して大声で叫んでましたよ。僕は比較的順番が早く来たんでしょうね。ここちょっと治療してもらいましたね。そうひどいもんじゃなかった。ガラスが突き刺さってたと思うんですよ。それは抜いてもらって、で何か貼ってもらって、薬つけてもらって、それで家帰ったんですけどね。もうむちゃくちゃですよね。それからあとずっとっていうのが結局僕らの原爆体験でしてね、その日だけじゃなくて結局後で親父も結果的には死にましたしね、その被爆した結果で11月まで生きてたんですね。11月6日ですからちょうど3ヶ月は生きてたんですよ。でも最後は、布団にずっと寝てたけど、親父が死んだ時におふくろがちょっと狂気の症状だったというのは兄貴が後から教えてくれましたけどね、僕は気が付かなかったですけどね、とにかくカーッとなったですね。結局親父が死んだために全くこの今までの生活からね、おふくろが一人で兄弟たくさんでしょ。そうするともう全く変わってきましたよね。それで上の方の兄貴一人と、それから姉が2人女学校くらいの年齢で結局大阪に親戚があってですね、ハンドバッグとか袋物のね商売やってて、そこで働かせてもらおうっていうんで3人ひとまとめにしておふくろが連れてったですね。だから戦後しばらくはそちらで世話になって、3人はいな長男は帰ってきてね、これがやっぱり戦争の後で精神的に荒れますよね。でも勤め先は保険会社があって、そこへ勤めることにはなったんだけど、もうお酒毎晩飲んでもうむちゃくちゃでしたね。まともじゃなかったですね。原爆の問題はね、あってなきゃわからないということはないと思う。今までいろんな人がいろんな証言してデータがダーッと集まってきてて、調べようとしたらいくらでも調べられる。自分がしなくても親しい人がでもいいし、遠い人でもいいし、それを自分のことにできる人がたくさんあると思うんですよ。自分のことのように感じる人が。これねそういう人に僕はものすごく期待した方が今後はねいいと。平和ということよりも核爆弾というものの恐ろしさというのをみんなが本当のところを知らないと、戦争になってそうなったらあれを使えばいいっていうのはなんかね全然違うことを考えてるみんな。だから広島へ来て実を見てくれっていう広島の運動は大事なことだし、あれはやめにしないと結局地球ごと滅びるじゃないですか。ね、どっかで戦争してるよというドンパチやってるというのとは全く訳が違うから、だからこれはね絶対なくしないとダメですよ。世界中がちゃんとやってても誰かが間違えばみんなが死んでしまうという、その怖さっていうのは本当は世界中知らないんじゃないですか。アメリカの大統領も知らないと僕は思いますよ。だからそれを知らしめるっていうのはもう広島のもう置かれたもう立場ですよね。これはどうやっても頑張っていかないと。